ボンジュー。パリプロムナードチャンネルへようこそ。今日はシティオブライツ、光の都パリのイルミネーションを皆さんと一緒に巡っていきたいと思います。百貨店、バンドーム広場、フォーブール・サントノレ、植物園、そしてシャンゼリゼとアブニュー・モンテーニュまで、この季節だけのイルミネーションの風景が展開します。ほんのひととき日常を離れて、冬のパリの夢の世界を一緒に歩いていただけたら嬉しいです。最初の目的地はオスマン大通りにあるギャルリ・ラファイエット・オスマン。アール・ヌーボー様式のクーポール、ドーム型の屋根をいただく吹き抜け空間にクリスマスツリーが登場しました。2025年ギャルリ・ラファイエットのクリスマステーマは一番美しい贈り物。見上げていると空の上に登ってゆくような感覚になります。では屋上へ登ってみましょう。ホリデーシーズン限定で、なんとここにはスケートリンクがオープンしているんです。このリンクの魅力は何といっても、パリのモニュメントを独り占めしたような眺めと一緒に滑れること。目の前に見えている建物は皆様ご存知のオペラ座。そして右手にはエッフェル塔も見えます。山小屋風のスタンドにはラデュレの美味しいものが並んでいました。ラデュレのシナモンロールを私は初めていただきましたが、とても香り高くてリッチな美味しさです。屋上はかなり冷え込みます。けれども湯気の立つ濃厚でとろりとしたホットチョコレートが体の芯まで温めてくれます。この場所が本領を発揮するのは日が落ちてから。ちなみにリンクは本物の氷ではないので溶ける心配はありません。街のイルミネーションが一段と輝きを増していきます。大通りの木々に施された明かりがまるで金色の帯のようです。ちょうどエッフェル塔のシャンパンフラッシュも始まりました。デパートといえば、この季節のお楽しみがもう一つ。それがクリスマスのショーウィンドウです。前回の動画ではボンマルシェのウィンドウをご覧に入れましたが、ここギャルリ・ラファイエットも今年は一段と力が入っているように感じます。ウィンドウの中ではまるでプレゼント工場のような世界が広がっています。ラッピングペーパーをカットするキャラクターがとってもキュート。このサンタさんはどことなくジョン・レノンに似ているような気がする。そのすぐお隣に立つもう一つの老舗百貨店がプランタン・オスマン。こちらの2025年のデコレーションテーマはニューヨークで過ごす
クリスマス。タイムズスクエアやセントラルパークなどおなじみのニューヨークの街並みを舞台にして、まるで映画やミュージカルのワンシーンのようにたくさんの人形たちが踊っています。この2つのデパートが並んでいるので、一度に2つのスペクタクルを見ることができるんです。子どもたちにとってはもちろん、私たち大人にとってもこの季節のショーウィンドウはパリの季節の贈り物のように感じられます。ここからオペラ座の正面の方へ歩いて行くと、カフェドラペのところに光のクマさんがいました。その先はリュドラペ。この通りをさらに進んでいくと、高級宝飾店が立ち並ぶバンドーム広場に出ます。ここのクリスマスデコレーションも毎年本当に素敵なんです。今年は背の高いもみの木が上品な光をまとって立ち並び、広場を取り囲む建物のファサードは光のアーチで統一されていて、これもまた美しい。広場そのものが宝石箱のようです。そうそう、今年はホテルリッツパリにこの巨大なテディベアが登場すると聞いていました。ここでホットチョコレートやマシュマロなどを販売しているそうなんですが、私が訪れた時はちょうど営業が終わるタイミングで、テディベアも建物の中に収められているところでした。とはいえ、ホットチョコレートはすでにデパートの屋上でたっぷり楽しみましたので、私はそれで十分満足です。この広場を抜けるとサンドノレ通りに出ます。ここはリボンのようなイルミネーションで飾られていました。毎年この場所、ノートルダム・ドゥ・ラソンプション教会の前の広場には記念撮影スポットが登場するんです。この広場に面してディオール、そしてシャネルのブティックがあります。シャネルの建物そのものがまるで大きなギフトボックスになっていて、ツイードのリボンのあしらいがいかにもシャネルらしいと思います。右手に見えているのはマドレーヌ寺院、そして左の方角にはコンコルド広場のオベリスク、さらにその先にはアサンブレナショナル、国民議会の建物がトリコロールカラーにライトアップされているのが見えます。さらにフォーブール・サントノレ通りに入っていくとエルメスの本店があります。こちらのイルミネーションはユーモラスなキャラクターが動いているような演出で、楽しげな雰囲気なのがいいですね。
エルメス本店のショーウィンドウのデコレーションは一年を通じていつも本当にアーティスティックだなと思います。今度はロワイヤル通りの方へ向かいましょう。リモージュ焼きのブランドベルナルドのウィンドウも素敵ですね。コンコルド広場に出ました。オテル・ドゥ・クリヨンとフランス自動車クラブの建物が光り輝いていて、まるでおとぎ話のワンシーンのような風景が広がっています。ここでもエッフェル塔のシャンパンフラッシュを眺めることができました。さて、ちょっと趣を変えてジャルダン・デ・プラント国立植物園に参りましょう。こちらでも冬の夜だけの特別なイルミネーションイベントが行われています。この植物園は桜の季節にこのチャンネルでも何度かご紹介してきましたが、普段は日が暮れると門が閉ざされます。けれども光のイベントの期間中だけは例外的に夜の植物園を楽しむことができるんです。それだけでもすでになんだかワクワクしますね。この試みは2018年から始まったそうです。今年のテーマはルミエール・ド・ラ・ナチュール、自然の光。夜の散策コースは4つのゾーンで構成されています。最初のゾーンは鉱物の光。鉱物博物館の所蔵品が 3D ホログラムになって宙に浮かび上がるように見えます。火山をイメージしたインスタレーションもありました。流れ出した溶岩が赤く光っています。次のゾーンは陸上の光。夜の植物園を歩いていると植物の香りが一層強く感じられる。夜の森をちょっと恐る恐る歩いているようなこの感覚がとっても新鮮です。木々が巨大な光るキノコの林に様変わりしています。闇の中で目だけが光る動物たちが
大きな木のスクリーンに映し出されています。ガラス張りの温室全体も光によって命を宿した生き物のように見えてきます。3つ目のゾーンは海の光。ここでは博物館の外壁全体を使ったプロジェクションマッピングが展開します。アニメーションの役者はクラゲ、ヒトデ、エビ、チョウチンアンコウなど深い深い海の底で暮らす生き物たち。真っ暗な深海で自分の体を光らせながら生きているんですね。ここには巨大なホログラムもあります。普段はお花畑になっている場所にこんないい空間が出現していることが私にとってはとっても新鮮でした。4つ目のゾーンは天の光。稲妻やオーロラの揺らめき、そして流れ星。本物の隕石も特別展示されていました。重さは420キロあるそうですよ。そういえば流れ星って石だったんだわと改めて思い出させてくれるようです。暗闇の植物園の中のあらゆる光、自然そのものが持つ光という科学的なテーマに基づきつつ、驚きや感動までも呼び起こしてくれる豊かで素晴らしい試みだと感心しました。そしてこの動画の締めくくりにふさわしい場所といえばやはりこちらでしょう。そうです。シャンゼリゼ大通りです。コンコルド広場から凱旋門までまっすぐに伸びる大通り、その両側に並ぶおよそ400本もの街路樹に無数のライトが取り付けられていて、光のダンスを繰り広げているように見えます。しかも歩道には光の天街が登場していて、私たちがまるで星空の下の散歩道を歩いているような、そんな演出になっています。それにしてもなんと美しいアブニューなのでしょう。ここにお店を構えることが一つの誇りなのだということが、それぞれのブティックのショーウィンドウからも伝わってくる気がします。ゴールドのマカロンでエッフェル塔が作られていました。老舗の靴のブランドのユニークなツリー、そしてひときわ目を引くのがこちら、巨大なルイ・ヴィトンのトランク型の仮囲いなんです。この内側ではルイ・ヴィトン初のホテルと新しい旗艦店の工事が進行中です。
大通りを横切っている途中でこんなユーモラスな車に遭遇しました。皆さんとても楽しんでいらっしゃいますね。シャンゼリゼ大通りから今度はアブニュ・モンテーニュに入っていきましょう。この通りにはオートクチュールメゾンが立ち並び、イルミネーションも毎年とっても洗練されています。街路樹の枝ぶりをそのまま生かしたライトが本当に綺麗ですね。シャネルのブティックの前には洒落たクリスマスツリーがありました。そしてこの通りの見どころはメゾンディオールのファサード。建物全体がまるで劇場の舞台セットのようではないですか。ディオールの向かい側にはパリを代表するホテルの一つオテルプラザアテネが優雅な姿を見せています。この建物は昼間の眺めもとても素晴らしいんですが、ライトアップされた美しさはまた格別ですね。私はここで少し立ち止まってみることにしました。というのも、あと数分待てばもう一度エッフェル塔のシャンパンフラッシュが見られるのではないかしらと思ったからです。12月のパリの夜空に再びエッフェル塔がきらめき始めました。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。光の散歩道をお楽しみいただけましたでしょうか。これから冬本番となりますが、映像を通して皆様の心の中が少しでも暖かく明るくなっていればとても嬉しく思います。この動画が良かったと思ってくださいましたら、ぜひ高評価を、そしてチャンネル登録もしていただけますと励みになります。お寄せくださる温かいコメントが私にとっては何よりの力になっています。いつも本当にありがとうございます。どうぞ素敵なホリデーシーズンをお過ごしくださいませ。Joyeux Noël!